いや、どうもどうも。日曜の昼、ゆっくりしてるかい。俺たちの住む群馬も、すっかり夏の日差しだな。そうや、もう7月だろ。駅前とかでかい交差点とかに政治家のポスターがいっぱい貼られてるのに気づいたかい。そうなんだよ。今月は参議院議員通常選挙があるんだ。選挙かって思うよな。テレビじゃ国の未来が決まるなんて大げさに言うけど、こっちは衆議院だの参議院だの、そもそも何がどう違うんだよって、正直ピンとこれんよな。どっちも国会議員だろう。なんか偉い人たちだろう。くらいのイメージかもしれねえ。でもな、この二つ実はちゃんと役割分担が決まってるんだ。会社の仕組みに例えると、これが意外とスッキリわかるんだぜ。なんで国会は部屋が二つもあるんだ。まずそもそもなんで衆議院と参議院って部屋が二つもあるんだって話だよな。一つにまとめちまった方が話が早そうじゃねえか。これは大事なことを一回だけで決めちまうと、もし間違ってたらやばいからなんだ。例えば、会社で、よし、明日から新商品を発売するぞって、社長が一人で勢いで決めちまったらどうだ。もしその商品に欠陥があったり、全然売れなかったりしたら、会社は大損こいちまうだろう。だから、営業部がこれ売りましょうって言った企画を、今度は管理部が、いや待て、本当にリスクはないかってチェックする仕組みが必要なんだ。国会もこれと一緒で、一つの院がこの法律作ろうぜって決めても、もう一つの院が待て待て、その法律本当に国民のためになるか、変な落とし穴はないかってもう一回チェックする。このダブルチェックの仕組みのおかげで、より慎重に間違いが少なくなるようにしてるんだな。これを難しい言葉で任性って言うんだけど、慎重に進めるためのダブルチェックシステムくらいに覚えときゃ十分だ。衆議院と参議院、キャラ分けで解説。じゃあ、その二つの部屋、衆議院と参議院はそれぞれどんなキャラなんだ。衆議院は、元気でイケイケな現場チーム。まず、衆議院。こいつらは会社の営業部とか企画部みたいなイケイケの現場チームだと思ってくれ。特徴1、任期が短いよね。しかも途中で解散があって、いきなり全員クビになって選挙やり直し、なんてことがある。だから、常に国民の顔色を伺ってる。最近みんな何に困ってるかな。次の選挙で受けるのはどんな政策かなって、世の中の今の空気にめちゃくちゃ敏感なんだ。特徴2、動きが早い。今の国民の要望にすぐ答えなきゃいけないからスピード感がある。よし、この問題はこう解決しようってフットワーク軽く動くのが得意なんだ。参議院は冷静で慎重なじっくり検討チーム。一方の参議院。こっちは会社の総務部とか法務部みたいな落ち着いたチェック専門のチームだ。特徴1、任期が長い6年で解散もない。衆議院みたいにいきなりクビになることがないんだ。だから、目先の人気取りに走らずに腰を据えてこの法律は10年後、20年後の日本にとって本当に良いことなのかって長い目で物事をじっくり考えられる。特徴2、安定している。参議院は3年ごとに半分のメンバーだけが入れ替わる。だから、衆議院みたいに選挙のたびにガラッと雰囲気が変わることがない。常にベテランが残ってるから安定した議論ができるんだな。良識の府なんて呼ばれるのも、こういう冷静なチェック役だからだ。衆議院っていうイケイケの現場チームが、これだって勢いで持ってきた企画書を、参議院っていう冷静な管理チームが、待てと。その企画、会社のルール、憲法に合ってるか、将来的に大きなリスクはねえかって、多角的にじっくりチェックする。このバランスが大事なんだな。もし二人が喧嘩したら、どっちが強いんだ。なるほどな。でもその二つのチームの意見が割れたらどうなるんだって思うよな。基本的にはちょっとだけ衆議院の方が力が強いってルールになってるんだ。なんでかっていうと、衆議院は解散があったりして、より国民の最新の意見、選挙結果が反映されやすいから、国民の代表としての力が強いって考えられてるんだな。例えば、法律作り、衆議院が OK した法律案を参議院がダメだって言っても、もう一回衆議院がうるせえ。やっぱこれで行くんだってすげえ強いし、出席議員の3分の2以上の賛成で押し切れば法律にできちまう。総理大臣選び、衆議院と参議院で違う人を総理大臣にしようって選んじまったら、衆議院が選んだ人が総理大臣になる。お金予算の話。これは特に強くて、衆議院が OK した国の予算は参議院がごちゃごちゃ言っても30日経てば自動的に成立ししまう。こんな風に大事な場面では衆議院の意見が優先されるようになってるんだ。まとめ。そんなわけでまとめるとこうだ。衆議院は国民の今の空気を読む勢いのある現場チーム。
参議院は7位目で物事を考える冷静なチェックチーム。この2つが車のアクセルとブレーキみたいにお互い役割分担しながら国の未来を決めてるってわけだ。今度の選挙はその冷静なチェックチームである参議院のメンバーを選ぶ選挙だ。この人なら目先のことだけじゃなくてじっくり日本の未来を考えてくれそうだなっていう視点で候補者を見てみると、選挙のニュースもただの騒がしいお祭り騒ぎじゃなくて、俺たちの生活に直結する大事なイベントに見えてくるかもしれないぜ。参議院に衆議院で、なんか難しく聞こえるけどよ。要は、一回よしって決めたことを、本当にこれでいいんだっけってもう一回考えるってことだろう。俺買い物でしょっちゅうあるぜ。勢いでこれかっけってカゴに入れたのに、レジ直前で冷静な俺が待て待て、それ今月本当に必要かって囁いていくんだよな。お前らの中にいるイケイケな衆議院と慎重な参議院、どっちが強いんだい？